皆さんこんにちは。晴れて、こちらのですね、シグマ FP の、後継モデルがですね、発表されましたので、そちらを紹介する動画となります。シグマ FP ですね、2019年、発売されたモデルでございます。ポケッタブルフルフレームっていうことですね。フルサイズのですね、一番ミニマルなスナップキーとしても使えますし、ケージをつけるなり、レグを組んだりして、シネマカメラとしてですね、12ビットのシネマ DNG ローっていうのが撮れるっていう、この小ささでローが撮れるみたいな、めっちゃ小さいってことと、それなのにローがついてるみたいなところで、めちゃめちゃシグマ FP めちゃめちゃすごいかったと思います。で晴れてですね、2019年シグマ FP 出てからですね、5年経ちまして、こちらの後継モデルとなる、モデルが出ましたと。でスペックとしましては 6K60p フル HD だと 240p までいけるみたいな。それからなんとレッドのロゴが入ったというところです。それからボディ内手ブレ補正ももちろんついて、なんとマウントも L マウントから Z マウントになったというところでですね、非常に進化した Sigma FP2 が発表されました。ておい。はい、というわけでですね、ニコンからニコン ZR っていうまためっちゃいい感じのカメラがですね発表されまして、めっちゃ熱いなって思ってます。はい、それでZR とは何かとかですね、 ZR のコンセプトについて非常に語りたい部分もありまして、ちょっと動画を作ってみました。あとニコンプラザ東京ですね、新宿、ぜひ実機を見てみたくてニコンプラザ新宿も行ってきたんで、そういった触ってみた感じも踏まえまして動画にしてみたいと思います。僕はもともとですね Z6-3 っていうのを、これをもう1年ぐらい使ってるんですよ。で Z6-3 っていうのは見た感じファインダーがついてて、ファインダーがめちゃめちゃ綺麗で、メーカーシャッターもついてるこういう、ニコンの元々の、インターフェースですよね。ボタン類とかも含めて、スチールに最適化されたモデル、形状をしているんですけども、動画の方はニコンのローが撮れたりとか、動画の方も結構スペック上がりましたよみたいな、宣伝をされてたかと思うんですけど、僕もその N ローが使いたくて N ローをほとんど、ムービーの方でね結構メインで使ってます。でスチールの方も、ファインダーがしっかりしてて、メカシャッターもついてて連写も結構できてるってことで、シャッター音とかもですねめちゃめちゃ好きで、これ今電子シャッターなんですけど、そんなんでね1年ぐらい使っておりましたと。なのでだいぶニコンもね慣れてきてめっちゃ使いやすくてねめっちゃいいんですけど、Z6-3 を去年紹介した時もコメントでいただいてたのが、やっぱりそのいろんな人の意見を言うと、スチールキーとムービーのハイブリッド機っていうのはやっぱりそのスチールの機能の部分がノイズになりますみたいな話だったと思います。で ZR はそこを端的に言うと、インターフェースを完全に一新してですね、ファインダーはない、その代わりモニターがでかい、ムービーをやるのにやりやすいインターフェースをつけて、それだけじゃなくてレッドのローっていうのを新しく、圧縮ローだと思うんですけど、特注でね作って入れてきたっていうところが、めっちゃワクワクするんですよね。でやっぱりボックスタイプのカメラって、FP の方も、これだいぶケージ組んででっかくしちゃってるんですけども、結構普段使い僕は持ち歩いて使ってますね。ただハイフレームレートが取れないんで、フル HD だと取れるんですけど、そこはあれなんですけど、ローでね旅行に持ちたりして、こういうの楽しんでるんですよ、使うの。はい、でその Z6-3、僕は実機も触ってきてまして、サイズ感的にはやっぱりその FP のケージつけない感じよりは一回りでかいんで、これのファインダーがつかないぐらいの、サイズなんですよね。この四角の部分だけのサイズ感みたいなところなんですけども、キャノンの方もね C50 っていうのが新しく出たり、ソニーのねやっぱ FX3 っていうモデルが一番今めちゃめちゃメジャーで使われているモデルだと思うんですけど、やっぱりそれと対抗機かなっていうふうにみんなシネマカメラだとキャノンもニコンも出してきた、対抗機を出してきたみたいに思うかもしれないですけど、僕のやっぱり印象としてはニコンの ZR っていうのは基本的にはですね、ソニーの FX3 とは戦わない機種として僕は出てきてるなっていう風なのが第一印象です。じゃあニコン ZR は何かというとですね、やっぱり僕は FP だと思うんですよね要するに日常使いできるエブリデイカメラですよね。エブリデイカメラ、スナップシューターカメラですね。でそこに何ていうんだろう、日常、もちろん仕事でも使えると思うんですけど、日常使いできるもう肌身離さず毎日持っていくみたいなエブリデイカメラにレッドのローをぶち込んだっていう、その先が見たいんだのですね、新しい地平なんじゃないかっていうところで最も特徴的なところだと思うんですよね。で結構海外のね紹介してる人、ZR
先行レビューとかしてる海外の YouTuber、ひとしきり全部見たんですけど、やっぱりHDMI がね、マイクロ HDMI でそのちょっと残念だとかね、 SD カードもマイクロ SD カードでデュアルスロットじゃなくて残念だみたいなところありましたけど、基本的にはスナップシューターカメラにローがついてるみたいなイメージなんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので例えばですね、こういうふうにリグを組んでモニターをつけ始めると、だったら FX3 っていうか FX6 とかそっちの方の、要するにレッドコモドとかそれと変わんねえじゃんって話だったらコモド使えばいいじゃんみたいな話になってくるなっていうのは常々感じてるんですよね。要するに別に取り回しよくねえみたいな、一眼スタイルである意味ねえみたいな、ケージ組み始めると縦長系カメラの方がね使いやすいんですよね、やっぱりね。じゃあこのサイズ感でできる何かっていうと、やっぱりオールインワンであるっていうところだと思うんですよ。なのでだからモニターがでかいんだと思うんですよね。モニターつけなくてもいいように4インチにして、3インチだとやっぱりこうモニターつけたくなっちゃうし、4インチにすればギリいけると。でフォーカス拡大もレバーでめっちゃしやすいと。例えばこのポケットシネマカメラっていうのは5インチのモニターついてるんで、ここまででかくなるとポケットではないよね、ポケットシネマカメラではないよね、シネマカメラだよねみたいにはなってきてしまうところを4インチに抑えて、ミニマルでオールインワンでもう基本的にはケージつかないでいけると。で、部分積層センサーってことで結構ローリングシャッターも少ないんですよね。なのでもちろんスナップポートレートぐらいはもうファインダーないけど、スチールも電子シャッターでいけちゃうっていうオールインワンで完璧な感じで、しかも一番毎日使い倒す感じのモバイル性みたいなのを兼ね備えてきたと。でやっぱりこれは新宿のニコンプラザで触ってみて思ったことなんですけども、モニターがやっぱり4インチになると3インチとかってやっぱジョイスティックメインで使うんですよね、僕はね。で4インチになった途端にちょっとタッチをやっぱりやりやすくなる気がしてて、メニューとかももうタッチで転がしてやる感じにしやすくなるなっていうのを一番思いました。やっぱでオールインワンで小さくてボックスタイプとかカバンにも入れやすいみたいなところで、ニコルレンズってレンズも僕は軽いなっていうのが思ってて、40mm とかつけたいですよね。40mm とか 28mm のすげえ安く2個ぐらい単焦点のパンケーキみたいなやつがあると思うんですけど、それつけてめちゃめちゃ旅行とかに持っていきやすい、飛行機とかでも持っていきやすいし、でいざという時はもうローマンで撮れるから B カメとしても使えるだろうし、めちゃめちゃヘビーユースするラインにレッドのローっていうのを持ってきてるんじゃないかなっていうふうに。デザインもかっこいいし、インターフェース周りもやっぱり動画に最適化されてて、メニュー画面入るのに一回クイックメニューから中入るみたいな感じで、しかもそれもタッチでいくみたいな感じなんで、ブラックマジック使ってるような感じのインターフェースなんですよね。感度とかの設定も結構タッチでやっちゃうようなノリにはなってくるんで、デュアルレックの話とかマイクロ SD の話とか話題になってたんで、僕の意見を言いますと、まずデュアルレックに関しては、僕はデュアルレック機能があったとしてもデュアルレックをしたくない派です。はい、これはもうどっち意見っていうかその業務フローは違うんで分かれると思うんですよ。僕はその CM 的な、ヘビーな撮影であったとしても、ビデオグラフィー的な、その場限りのドキュメンタリー的撮影であったとしてもデュアルレックはしない派です。なんでかっていうと、データが、2個あるのがもう恐怖になります。もちろんそのローで撮ってそれのプロキシを別の方の記録できるみたいな時はパッとね人に渡す時とか見せる時とか、最近このクラウドにねニコンイメージクラウドで上げる時とかにプロキシだけ上げるみたいな設定にも別々のデュアルレックできれば便利さとしてはそれは機能としてはあることは全く異論はなくて反対じゃないんですけど、僕自身はデュアルレックそのものそういう発想に関してはデータが2箇所に存在するっていうのがまず恐怖です。人為的なミスを引き起こすリスクが増えると思います。僕は僕は例えば自分で撮った撮影した時のこのメディアの中に入っているデータに関してなんですけど、僕はSSD とか HDD にバックアップ取った時点で絶対消去するんですよね。なんでかっていうとそれも次開けた時にデータあったら消去してなかったらデータあったら消せないじゃないですか。怖いし一回確認するまで消せなくなっちゃうんですよ。だからバックアップタイミングで僕はこっちのメディアに関しては
収録メディアに関してはもう全部消すんですよ。容量を確認して。で、消さないんであれば、このメディア自体をもう封印みたいに多分なると思うんですけど。で、もう一個マイクロ SD カードが、ここにCFX プレイスが1個ここに入ってて、もう1個マイクロ SD カードだから、それなんかすげえ嫌じゃねみたいな話も結構あったと思うんですよね。その発想としては僕はこの、なんて言うんだろうな、基本的にはローで撮りたい派なんで、CFX プレイスを出し入れして使うだろうなって思ってて、マイクロ SD カードってどういう意味かっていうと、多分内部ストレージ、カメラ内部ストレージみたいなつもりなんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。で、なんでかっていうと、Z6-3 を使ってた時に、60p のね 6K のローとかで12ビットローとかで撮影してると結構CFX プレス512とか1テラとかでも結構すぐ埋まるんですよね。終わっちゃうんですよ。で、終わったみたいな。で、CFX プレス予備ねえみたいな時もあるんですよね。最後ここだけ帰り道にちょっとここの外観だけ撮りたいみたいな、時に予備としてね内部マイクロ SD カードあるとプロレズにね変更して収録を10ビットのプロレズとかに変更して追加でね撮影したりとか、スチールだけそっちに入れたりとかで、結構その付属の USB でパソコンにつないでデータをこう入れちゃうことも僕は多くて、そういうフローチャートでマイクロSD カードはもう256ギガとかをもう半分忘れてるような感じで入れとくと、もしもの時に追加で撮影できたりとか、それこそデュアルレックもねプロ機種だけマイクロ SD カードにしてそれをニコンイメージクラウドで勝手に Wi-Fi つながるところに帰った時に勝手に上がるようにそういう設定にしとくとかね、そういう使い方もあるかもしれないんで、機能を追加することに関しては使い方がね選択肢が増えることですごいいいんじゃないかなと思います。そういう感じでちょっとサミダレでまとまってない感じになってしまったかもしれないんですけども、ニコン ZR が、とてもワクワクしましたので動画にしてみました。多分買いますと。でついでにレンズもね 40mm とか 28mm の 2.8 とかのパンケーキ的なやつを作って、シグマ FP のね兄弟機として、使っていきたいなというふうに思います。ちなみにシグマ FP に関してはもうこれだけなんていうのサンクコストっていうんですか、これだけ構築しちゃったんで、もうまだまだ、FP の方も使ってみたいと思ってます。でニコン Z6-3 もですねやっぱファインダーが良くてメカシャッターの音もめっちゃ好きなんですよね。なのでこれも使い続けたいと。一緒にやるときはやっぱこっちが使いやすいんですよね。ファインダーあるし仕事で対応できるものとしてこれ1個置いときたいんですよね。このねまず何が良かったかっていうとランディングページですね。 ZR のこのねムービンもねやっぱり良かった。色っていうかこってり感っていうかちょっとこうポエム的に感じでこう来るのもねすげえ良かったです。もちろんボディもねかっこいいしサイズも一回りねスナップシューター的な例えば GR3 とかねそういうのと比べると一回りでかいんだけど4インチだから4インチだとギリギリそのサイズだよねみたいなサイズ感なんでなんか UI が刷新されただけでも30万って普通に納得できる値段設定だと思うんですけど、そこにレッドのねレッドロー NE がね入ったんでもう面白くてしょうがないですね。で追加でですねこのタスカムの CA-XLR っていうやつがですね、これがね今度ニコンの方でもこれ富士とキヤノンはケーブルなしでいけたんですけど、ニコンだけケーブル3.5mm で挿さないと使えなかったのがホットシュー経由でね、使えるようになったっていうのがまたそれはそれでね僕がこれが使ってるんで嬉しかったんで愛着あるのでね、こちらのチャンネルではアートライフミュージックそして小屋作りのテーマで動画をお送りしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。